こんにちは、とどろきくんです。今回はガソリンスタンドでバイクのタイヤに空気を入れる方法を紹介したいと思います。もともとはガソリンスタンドで空気を入れるつもりはなくて、電動空気入れを買ったんですよ。なんでそれを使って空気を入れるつもりだったんですけど、不具合で使えなかったので仕方なく急遽ガソリンスタンドで空気を入れに行きました。この電動空気入れの動画はまた別で作りたいと思います。で、本当に急遽だったんで、ガソリンスタンドで空気を入れられるっていうことは知ってたんですけど、どうやって使うのかとかは全く知らない状態で、しかも今まで一度もバイクのタイヤに空気を入れたことがなかったんで、相当挙動不審だったと思います。ガソリンスタンドで空気を入れるときに僕みたいに挙動不審にならずに済むように、ぜひこの動画で予習していってください。近くにあったガソリンスタンドに着いたので、まずはガソリンを入れていきます。別にガソリン入れずに空気入れだけを使っても問題ないとは思いますが、なんか気が引けちゃったので先にガソリンを入れることにしました。ガソリンを入れ終えて空気入れっぽいものを見つけたので、そちらにバイクを移動させます。で、早速空気を入れようと思ったんですけど、何やら近くに張り紙があったので、それを見てみると二輪車には利用できませんという記載がありました。仕方ないので違うガソリンスタンドを探して移動します。こういうこともあるので、まず最初に空気入れの位置と二輪車にも使えるかっていうことを確認してからガソリンを入れるのがいいと思います。近くに大きめのガソリンスタンドがあったので移動してきました。ここは出光ですね。残念ながらさっきガソリン入れちゃったので、こちらでは空気入れだけを利用させていただきたいと思います。空気入れが置いてある位置はやっぱりお店的にはガソリンを入れてもらって、そのついでに空気も入れるという流れを想定していると思うので、だいたいガソリンスタンドの出口寄りに設置してあることが多いと思います。それでは空気を入れていきたいと思います。まずはこの空気を入れる装置を移動させようと思って触ると、こんな感じでプシュッと空気が抜ける音がして、なんか触ったらあかんとこ触ったんかなと思って結構ビビりました。この後も何かとプシュプシュ音が鳴り続けるんですけど、そういうものだと思い込んでビビりながらバイクの近くまで移動させました。で、一旦バルブの位置が悪かったので、いい感じの位置に来るようにバイクを少し動かします。その次にタイヤの適正空気圧を確認します。ほとんどのバイクはこのスイングアームだったりチェーンカバーとかにこんな感じでシールが貼ってあります。 SV の場合は右側にタイヤの種類、左側に適正空気圧が記載されています。空気圧は4つ記載があって、まず上の段、これは乗車人数が1人の場合の数値です。左側に1人だけバイクに乗ってる絵があるので直感的にわかるかなと思います。で、左右の数値は左側がフロントタイヤ、右側がリアタイヤの空気圧となっています。これも上のバイクの絵を見ればわかると思います。2段目はタンデムの時、2人乗りをする時の空気圧ですね。 SV の場合は1人でも2人でも同じ空気圧のようで、フロントが 225kPa、リアが 250kPa となっています。適正空気圧が確認できたので、バルブを外して空気を入れようとしたところ、スタッフさんから声をかけられました。お客様、これ上だけ取れるんです。あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、ちなみにこれ二輪大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ありがとうございます。ということらしいです。取り外すという思考には一切至らなかったですね。台座の部分でこの銀色の玉に空気を補充しているから、ちょっと動かすとプシュプシュ音が鳴っていたみたいです。気を取り直して空気を入れていきたいと思います。接続は簡単で、先端のクリップみたいになっているところを押さえながらバルブにまっすぐ差し込んでクリップを離すだけです。接続すると早速空気圧が表示されて、なんと 150kPa でした。ちょっと低すぎてさっき見た適正値の記憶が信じられなくて、もう一回確認してます。フロントの適正値はやっぱり 225kPa なので 75kPa も低い状態でした。この SV が納車されたのが去年の5月で、この撮影が2月だったので、
約9ヶ月間くらい空気を入れてないどころか空気圧の点検もせずに過ごしているとこうなります。それでは準備ができたので空気を入れていきます。こんな感じでレバーを引いても引いても空気圧が下がる一方で空気が全く入らなくてめちゃくちゃ焦りました。もう一箇所何かしらの空気を入れるボタンとかレバーがあるんじゃないかなと思って今探しています。めっちゃちょうどいいところでスタッフさんが通りかかったので使い方を聞いてみました。こっちが空気抜くレバーですか？軽く押してもらえば抜けて強く押せば入ります。あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。軽く握ると空気が抜けて、しっかり握ると空気が入るということらしいです。これは初見だとまずわからないと思います。逆にこれ初見でわかる人いるんですかね？最初からできたよって方いればぜひコメントで教えてください。やっと空気の入れ方が分かったので適正値まで空気を入れます。今回はちょっと少なめの 220kPa にしています。理由は僕の体重がバイクメーカーの想定よりも軽いということと、この測定器がどのくらい正確かわからないからです。今回空気を入れるにあたってこちら A-MON の空気圧を測るエアゲージを購入して持ってきたので、こちらでも測ってみます。すると 200kPa となっていました。さっき空気入れの先端を外すときにちょっと手間取って空気が抜けたせいかなと思ったので、もう一度空気入れを接続したところ 210kPa でした。なのでもう一度 220kPa まで空気を入れて A-MON のエアゲージで測ってみるとやっぱり 200kPa でした。約 20kPa 違いますね。次にリアタイヤに移動して同じように空気を入れていきます。同じ説明をしても仕方ないので、先ほどの空気圧の精度の話をちょっとすると、このガソリンスタンドの測定値と A-MON の測定値どっちが正しいのかっていうのはわからないんですけど、僕の場合は適正値より高くなるよりも低くなった方がまだマシだと思うので、今回はこれでよしとしました。今度また違うエアゲージを買って精度を確かめてみたいと思います。ちなみにこの A-MON のエアゲージは測定誤差がプラマイ 10kPa と記載されていました。で、リアタイヤは 240kPa まで入れて、また A-MON のエアゲージで測ってみると 220kPa でした。やっぱり 20kPa ぐらいの差があるようです。これで空気入れは完了したので、空気入れを元の位置に戻して、最後にちゃんとバルブのキャップを閉めたかどうかをもう一度確認してからガソリンスタンドを出るようにするのがいいと思います。空気を入れた感想なんですけど、かなり乗り味が変わりました。明確に感じ取れたのはハンドリングの軽快さです。もともとハンドル重いなとかは別に感じていなかったんですけど、ガソリンスタンドを出る時の左折の時点でもう全く違うなっていうのが一瞬で感じ取れたくらいハンドルの操作が軽くなりました。正直タイヤの空気圧でここまで操作性に影響するとは思ってなかったので、ちゃんとした電動エアポンプを買ったら空気圧調整沼にはまってしまいそうです。それぐらい面白い変化があります。最後に注意点ですが、タイヤの空気圧は常温に近い状態で入れることをお勧めします。理由は長距離走行してタイヤの温度が上がっている状態だと常温の時よりも空気圧が高くなっているからです。なのでガソリンスタンドで空気を入れる場合はできるだけ家から近いところかガソリンスタンドの近くのコンビニで十分タイヤを冷ましてから空気を入れるのがいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。空気圧の確認をしている人は結構少ないんじゃないかなと個人的には思っています。コミュニティでアンケートを出しておくので、ぜひ皆さんの空気圧点検の頻度を教えてください。ガソリンスタンドでの空気入れは思ってたよりも簡単にできたので、長いこと点検してないなって方はぜひこれを機に空気を入れに行ってみてください。今後もこういったバイクに関する動画を発信していきますので、今回の動画が分かりやすかったよとか参考になったよって方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それじゃバイビー。